健康診断を受けていきたいと思います。ナマステ、皆さんこんにちは。インドのゆりです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。実はこれから健康診断を受けていきたいと思います。インドで働いているとなかなか日本の一時帰国の時に検診センターに行って健康診断を受ける時間がなかったり、インドでもどういった病院に行けばちゃんとした健康診断が受けられるかどうかっていうのがなかなかわからなくて、実はここ数年受けていなかったんですが、実はですね、最近ここインドにも日系の検診センターができたということで今回やってきました。それがですね、じゃじゃん、こちらのヌーラという検診センターになります。このヌーラなんですが、富士フィルムのインド現地法人とインドだったりドバイなど中東でですね、病院や検診センターを展開しているドクターキティヘルスケアのジョイントベンチャーが立ち上げた検診センターなんですね。インドだと南のバンガロールだったり西部のですねムンバイ、そして北部だったらこちらのグルガオンで展開しています。今日私が来ているのはですね、グルガオンのヌーラの検診センターなんですが、中がどんな感じなのか早速行ってみたいと思います。どうぞ。すごい、なんかめちゃくちゃ綺麗。今回私はですね、ヌーラで一番人気のこちらの総合健康診断メニューをこれから受けていきたいと思います。ヌーラで検診を受けようと思った理由が3つあるんですけど、まずやっぱり1つ目は日系が運営しているというところで、いろいろと検診内容だったり検診のフローがすごくしっかりしているんですね。そこはやっぱりもうすごく安心だなっていうのと、2つ目、これめちゃくちゃすごいのが、なんと検診内容が受けた当日にすぐ分かるんですよ。というのもここヌーラはですね、なんと血液検査含めてインハウスで行っているので、受けてからたった数時間で結果が分かるんですね。実はヌーラの検診は絶食など不要で受けることができるんです。日本だったら結構検診受ける前はですね、何時間食べたらいけないとか制約があると思うんですけど、ヌーラは最新の検査を取り入れているということでですね、そうした朝ごはん抜きだったり絶食というようなことが不要で手軽に受けることができます。こういった部分も検診のハードルを下げるという意味でもめちゃくちゃいいなと思って、今回ここヌーラで検診を受けることに決めました。では早速ですね、これから検診受けていきたいと思います。レッツゴー。こちらはですね、ヌーラで主に日本人のお客さんに対してですね、いろいろとサポートしてくださる大塚さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお願いいたしました。すごく楽しみです。はい、ありがとうございます。サイン、今日の日付です。おお。あ、すごい QR コードついてる。ここに今から検査を受けた内容のデータが全部集約されるって感じなんですか？はい、そうです。Wear our guest attire. First, tie the front left string to the. はい、おはようございます。おはようございます。ナマステ。よろしくお願いします。Now we'll start from the blood sampling. This is blood sampling department. Private is here. はい、まず身体測定なんですけど、通常のですね、ヘッドが当たる形じゃなくって、もうこうしたセンサーで身長だったり体重が自動で分かるようなシステムになってますね。すごい、初めて見た。わあ、すごい。Please stand upright and look straight. The measurement is completed. Done that. Please step Done. off the Are you comfortable? Yes. Okay, taking measurement. Please remember. 9
1250次は採血していきます。Go to the wrist. はい。Namaste. Please come. So any issue that you are facing right now with your issue? No issue. Little discomfort will be there. If at all it is more, just raise your hand. Okay. Open. このヌーラの総合の健康診断メニューなんですけど、こうした歯科検診も入ってるんですね。その理由としては、インド人のそのがんの発症で多いのがこの口のがん、原因は紙タバコと言われているんですけど、そうしたチェックをきちんとするためにですね、こうした歯科検診取り入れているということなんです。次はですね、CT を受けに行きたいと思います。This is CT scan department. Sit and listen. Video. わあ、すごい大きい。この CT スキャンの機材もですね、ちゃんとここ富士フィールドというふうに書かれてますね。ちなみにこの富士フィールドの CT スキャンなんですけど、超音波がですね、かなりこう低いものになっていて、最新のものになっています。And should be like this. Very good. Smile and doing your scan. I will say breathe in and breathe out. Breathe in means to take a long deep in and hold your breath. Very good, ma'am. This is your full scan for the heart. Breathe out. This is the department. Please come. Okay, this one. L, Clear? yes, Very good. S, Alright. Clear? clear. Okay. O. What about? D or O? Is it clear? Don't blink. Very good. Very good. Don't blink. Don't blink. Okay. One more. Please come. How about my condition? It's good. Good. Oh, okay, I'm so relieved. What is this blue? Water. Ah, water. Our body made of different composition, no? Please come. Hi. Let's come. この機械も富士フィルムというふうに書かれてます。Please come. Please, my sister. Please have it, ma'am. Good morning. Good morning. 子宮頸がん検診をやって全部の検査が全て終わりました。大体ですね、2時間くらいで終わったんですけど、今回撮影しながらだったのでそのくらいかかったんですけど、場合によってはもうちょっとコンパクトな時間できるかなと思います。検査結果どんな感じなのか見ていこうと思います。ドキドキ。意外も終わってですね、検査結果出るまで少し待っているような感じです。結構健康には気をつけている方なので、もうほぼ毎日走ってますし、食事も基本的には自炊中心で和食を食べるようにしているので、
検査結果自信はあるかなとは。ただちょっと一個気になるのが、毎日お酒とスイーツは欠かさず食べるくらい大好きなので、ちょっとそこがどうかなっていうのが心配ですね。いやー、検査結果楽しみだ。検査結果がついに出たということで、今からですね、コンサルテーション聞きに行きたいと思います。So basically, we have a rating system over here that is A, B, C, D. So A and B means everything is fine, normal. C means if you have to do any observation, we have mentis progression. Only all are A's, only C in a blood pressure, but I'll explain it. Blood pressure Yeah. C. It might be on the lower side, but that is fine. So I'll start explaining one by one. BB I told you, yeah, it might be on the lower side. So blood pressure is coming 92/50. So is it always on the lower side? Your 下 blood が pressure? 低いんだけど、いつもそう。そうですね。血圧。So actually last week I was so surprised because why so So basically it happens with the body to body. Okay. I would say it should not go beyond 45 like otherwise you will feel giddiness and all. But there is no treatment for that. You need to no keep- treatment. Yeah. You need to keep yourself dehydrated. You should have proper water intake and all. That will help you in maintaining your I try to take yeah water. Yeah. Because low hemoglobin can also decrease your blood pressure. So basically hemoglobin if it is on a lower side that will also decrease your blood pressure. 今から内臓脂肪が出てくるらしいです。So blue is your outside fat, red is the nysoshibo, grey are your organs like zinzo, kanzo like that. Nysoshibo you need to do the core ab exercise, then it will be under control. Yes, crunches, planks, that kind of a thing. Okay. So blue muscles, yellow fat. So darker blue means a good muscle. So overall it's a dark blue, slightly light blue in the high Thank you side. for your explanation. So I understand so completely. Yeah, and everything is fine, so nothing to worry. You can come next year. I saw the video. Yes, Yeah. thank you so much. ドクターにもこうして丁寧に一つ一つ検査結果がどうだったっていうのと、ネガティブな部分に関してもこういうふうにすればいいよっていうふうに丁寧にアドバイスいただきました。結構ですね、トータル的にいやなんかいい感じだったので、もうすごく安心してます。So thank you so much. Thank you, thank you. 失礼します。レポートができましたのでお持ちしました。はい。すごい。これがゆみさんのレポートです。はい、ありがとうございます。こうしてレポートっていう形でももらえるんですか？はさっき診察で見たやつと同じです。本当だ、さっきの診察のと同じですね。ブックの形になってると改めて分かりやすいですね。そうですね。私もしっかりとこれちょっともう一回自分でチェックして、はい改めて健康についてこの1年間考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。すごい。ヌーラの大塚さんにいろいろとヌーラのことについてお伺いしていきたいと思います。今日はもうたくさんサポートいただきありがとうございましこちらこた。そありがとうございました。あすごく検査の精度も高くてスピーディーでびっくりしたんですけど、りがとうございます。まず改めてこのヌーラのコンセプトについてお伺いしてもいいですか？はい、もともとヌーラはインドに特化したわけではなくて、新興国に健康診断の文化を根付かせたいという思いで始まりました。日本だと健康診断年に1回とかは普通になるんですけど、やっぱりインドみたいな新興国では検診の文化がないので、例えばがんの早期発見が遅れてしまったりとか、早く発見して治療すれば治る病気が治らない、ひいては長生きできないっていうところが問題としてあるので、日本で長寿国だからそういう文化を根付かせていきたいなっていう思いから始めました。当たり前っていうふうに思ったんですけど、はい確かにインドだとまだまだその予防医療の観点ってこれからだなっていう感じありますよないね。ですね。予防医療をもっとインドだったり途上国に広げていきたいっていう思いのヌーラなんですけど、ヌーラにおいてはどういった部分が特徴としてありますか？健康診断の項目なんですけれども、インドに死亡率として多い肺がんとか、あと口腔がん、大気汚染で肺がやられてしまったりとか、あと紙タバコがその口腔がんの原因になるとされているので、歯をガッと聞かれて口腔がんがないかの検査があるとかは検査項目でいうとインドの特徴かなと思います。日本
本の検診内容もベースにされてるとは思うんですけど、インドならではそういったメニューも組み込んでいるんですね。逆に視力検査とか聴力検査は、インドだけじゃなくておそらく世界基準ってあんまりないんですよね。でただ日本のお客様から要望が多かったので、あれは後から追加しました。より良いものにしようと作りました。なるほど。ニューラは画像診断に AI 技術を使っているので、医師や技師さんのレベルに関係なく、どんなところでも同じようなレベルが高い検診を受けられるということ。あとその AI の技術で CT で映るノイズを消してよりよくその患部を見られるようにするとか、技術はすごいなと思います。 AI の最先端の技術も取り入れて途上国ならではの課題の解決につなげていらっしゃるんですね。そうですね。すごい。あとは一般の病院のイメージではない明るくて元気になれるような内装、グリーンを取り入れたりとか、ジュースとかそういうおもてなしの、日本のおもてなしのところを取り入れたいなと思っています。確かに今実際に検診に来ている患者さんはどういった方が多いんですか7割ぐらいがインド人の方ですね。？7割。そうですね。日本人の方がちょっと多めなのかなっていうふうに思ってたんですけど、逆にインド人が多いんですそうね。ですね。中流から上流の方のインド人が多いですね。家族で来る方が多いかな。子供が親御さんに検診やプレゼントをしたりとか、そういう家族がやっぱり絆がインドは強いので、そういう方が多いかなと思います。家族思いのインド人ならではのそうしたプレゼントというか、すごくこう心温まりますね。そうですね。結果もなんかこうお父さんと息子がもちろん一緒に入るとか、親子で一緒に聞くっていうのはなんかいいなって思いました。そうですね。いろいろとインド人の方向けにもメニューだったり内装も工夫されてると思うんですけど、はいやっぱりそういった部分がつながってインド人のお客さん、患者さんが増えてるっていうのもあるかもしれないですね。はい。この最先端の技術を取り入れたヌーラ、どういった方々に今後より来ていただきたいと思ってますか？検診を受けることで健康に生きられる時間が長くなってみんなが幸せになるっていうことが最終の目的だと思うので、今はここにインドにあるのでインドの人々に来てほしいです。価格も中高層の方々にとってはそんなに高い料金ではないと思うので、より多くの人が来られるような料金を設定にしているので、なるべく多くの方に来てほしいなと。検診センターヌーラ通じてインドにもより予防医療の考え方根付いて、今後よりよく発展していってほしいですね。私も今後ですね、定期的に年に1回はきちんと健康診断を受けてですね、まだまだこれからもインドで頑張っていこうと思います。受けた後が大事です。はい今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回この動画ではインドでの健康診断の様子についてお届けしました。今回私はなんと5年ぶりに健康診断を受けたんですが、思ったよりも健康状態は良くてほっとしているものの、やっぱりですね、こうして定期的に自分の健康状態きちんと知っておくことは大事なんだなというふうに改めて思いました。健康診断は受けた後こそ大事なので、今回ですね、改善すべき点とアドバイスいただいたところに関しては、日々の生活の中できちんと意識しながら、これからもインドでたくさん頑張れるように健康でやっていきたいなと思います。インドの検診センターすごかった、行ってみたいと思ってくださった方はこのチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今結果がね、もう一回いい？今全部のYou have a sweet tooth? You like sweets? I love sweets. So You almost can every eat day. sweets. よろしくお願いします。